今日は比較試乗レビューの第2弾ということで、ヤマハ XJR1300 および XJR1300C の乗り比べをしてみたいと思います。この2台、そのモデル名からも分かる通り、基本構成は全く同一となっており、実際に乗ってみないとその乗り味の違いがなかなか分からないという方も多いのではないでしょうか。ということで今日は国内で販売されているスタンダードな XJR1300 とプレストコーポレーションを通じて逆輸入車として日本に導入されている XJR1300C を同時に乗り比べて、その乗り味の違いをレポートしてみたいと思います。それではまずこの2台の車両のスペック、装備などを映像でざっとご紹介します。それでは早速、今私が乗っている日本国内で通常販売されているスタンダードな XJR1300 の乗り味からレポートしたいと思います。まずこの XJR1300 の最大の特徴ですが、それは何といっても大排気量の空冷直列4気筒エンジンを採用していることだと思います。このエンジンはこのモデルの美しい外観を形成している最も大きな要素だと思いますが、乗り味としてもライダーに実に大きな楽しみを提供してくれていると思います。昨今は水冷エンジンが主流となってしまったので、この空冷、特に大排気量の直列4気筒エンジンの乗り味を知らないという方も多いんじゃないかと思います。空冷エンジンの場合は熱膨張による影響などを考慮するために、水冷エンジンと比較するとパーツ同士のクリアランスが比較的広めにとってある。これが空冷エンジンのたくましいフィーリング、微妙なバイブレーションを生んでいると言われています。
特にこの XJR1300 の場合は最高出力100馬力、最大トルク108ニュートンメーターということで、スペック上の数値こそ水冷エンジンを搭載した他のモデルよりはやや控えめな数値となっていますが、数値とは全く別の次元の空冷エンジンならではの力強さを堪能できる、これがこのエンジンの最も大きな楽しみだと思います。それでは早速今言ったフィーリングを味わうためにこのエンジンの回転数を少し上げてみたいと思います。今タコメーターの針はちょうど3000回転ぐらい、そして速度は80キロというところなんですが、ここから少しギアを落としていきたいと思います。今トップギア5速で走っているわけですが、ギアを落としていきます。はい、4速、3速、はい、今2速ですね。2速だと、速度はだいたい90キロぐらいで、タコメーターの針は6000回転に届こうかというところなんですが、このようにですね、高回転で回しても空冷エンジンらしいキャラクターというのが消えることがない。具体的に言うと、先ほど言った空冷エンジン独特の微妙なバイブレーションが、例えばステップやハンドルバーなどを通してライダーに伝わってくる。この辺りがやはり何度乗っても空冷エンジンは楽しいなと思わせてくれる部分だと思います。例えばこの状態からこのようにスロットルを少し開けただけであっという間に制限速度に到達してしまうというぐらい、それぐらいの力強さを持っているわけで、空冷エンジンだからといって例えば水冷エンジンと比較して力強さに劣るんじゃないかとか、そういった懸念は全くないと思います。それではギアをまた元に戻したいと思います。はい、3速、4速、5速。また音声からもお分かりいただける通り、今日は実はとても風が強い日で、今ちょうど向かい風なんですが、こういった状況下においてもこの XJR1300 はビシッとまっすぐ走ってくれるという感じで、高速道路を速度を出して走っていても全く不安感がない。この辺り、車体、そして足回りなどの優秀性も大きな特徴だと思います。また実際に乗るとよくわかるのですが、これだけシリンダーが立っていて、そしてヘッド周りが重くなりがちな4バルブ DOHC エンジンを搭載していながら、実に重心が低い車体だと感じます。1250cc もあるビッグネイキッドとなると、乗る際に緊張してしまうという方も多いかもしれませんが、実際にはこの XJR1300 というバイク、とても大柄で見応えのあるボディではあるのですが、乗ってみるととてもコンパクトで、そしてライディングポジション自体も比較的小さくまとまっているということで、とても乗りやすいバイクだと思います。はい、ヤマハ XJR1300 でワインディングを走り始めました。トルクは低中速に厚く、最大トルクは108ニュートンメーターもあるということで、こういったワインディングを走る分にも何ら問題ないというか、十分すぎるほどの力強さを発揮してくれていると思います。またこのエンジンに改めて触れてみると、私のようにツーリングが好きだというライダーにとっては、ピークパワーよりもやはりこのトルクの厚さ、特に低中速域でのトルクの厚さ、これが重要なのだと再認識させられる、そんなエンジンだと思います。これぐらいゆっくり走っていて楽しく感じられるというのは、水冷エンジンよりもやはり空冷エンジンの方が1枚も2枚も上手だという感じがします。また排気音自体はとてもよく消音されているのですが、そういった空冷エンジン独特のバイブレーションがライダーにも伝わってくるので、たとえ速度が出ていなくても音や振動で十分にライダーを楽しませてくれる、そんなバイクに仕上がっていると思います。今日はご覧の通り冬場ということで、道の両脇にはまだたくさんの雪が残っていて、こういった低中速域に厚いトルクを持つバイクで走るというのはちょっと気が引けるような、そういった状況であるわけですが、このヤマハのハンドリングがとても分かりやすいということもあって、走り始める前はどうなのかなと思っていたんですが、今は走りながらとても楽しく感じられます。ハンドリングに関してはライダーが加えたアクションに対してほんの少しごくわずか遅れて車体がレスポンスするという感じで、これが結果的に人間の感覚とよくマッチしている、実に運転しやすいハンドリングになっていると思います。また前後ブレーキに関してもとても扱いやすいと思います。そしてリアブレーキに関しては以前のレビューのコメントで、ラフに扱うとややロックしやすい傾向にあるとコメントしましたが、
この点についてはタイヤのすり減り具合や空気圧、そして路面温度などが関係しているのかもしれませんが、今日乗った個体に関してはかつて感じたようなリアブレーキのちょっとした癖というのは全く感じられないので、リアブレーキややロックしやすい傾向にあるのではないかという私のコメントはもしかしたら撤回した方が良いのかもしれません。美しく塗装された、そして21リットルもの容量が確保された大容量の燃料タンク、そしてシートを外せばグローブやコンパクトなカッパなどは十分に収納することができるぐらいのスペースもあり、さらにシートカウル周りには2掛けフックも充実、そしてタンデムシートがフラットで面積もかなり広く、仮にシートカウルの上部までも使うということを想定すればかなりの荷物が積載できるのではないかと思います。これぞ空冷エンジンという魅力に満ち溢れたエンジン、そして低回転域からの力強いトルク、さらにはツーリングからスポーティーな走行までを十分にカバーする従順で分かりやすい、そしてシャープなハンドリング、ツーリングを楽しくする充実した装備群、こういったものがこの XJR1300 の魅力なのではないかと思います。今度は逆輸入車として日本に導入されている XJR1300C に乗り換えてワインディングを走り始めました。今日改めてこの2台を短い時間内に乗り比べてみると、思っていた以上に、記憶していた以上に乗り味が違うものだなと思います。基本的な空冷エンジンらしい楽しさというのは2台に共通しているわけですが、スロットルレスポンスはこの XJR1300C の方が数段スタンダードモデルよりも鋭くなっているように感じられます。またそれに伴って加速力も強烈で、スタンダードの XJR1300 の方はスロットルをパカッと開けてもライダーを置いてきぼりにしないようなある種優しい加速力であったわけですが、この XJR1300C の方はスロットルをパカッと開けると間髪入れずに加速する、油断しているとライダーの上半身が後ろに持っていかれそうなぐらい、それぐらいスロットルレスポンス、そして加速力が異なっているように感じられます。例えばインジェクションのマッピングなど、そういったエンジンの制御による味付けの違いはおそらくあるのだと思いますが、今日乗り比べて分かったのですが、特にこのハンドルバーの違いによる部分も大きいのではないかと思います。この XJR1300C は絞り角、垂れ角がほとんどないストレートな形状のハンドルバーを採用しています。その関係もあってライダーがグリップを握ると小指側の指のかかりがとても良くなっています。なのでスロットルを開閉操作するとスタンダードの XJR1300 と比較するとスロットル回路が常に大きくなるような、そういった傾向があるように感じられます。このようなハンドルバーの形状による操作感の違い、こういったものがこの XJR1300C 独特の加速力の鋭さ、ダイレクトなレスポンスを生んでいるのだと思います。またハンドリング自体に関しては基本的にはスタンダードモデルと共通と言えると思いますが、車体の挙動、レスポンス自体はこの XJR1300C の方が数段ひらひら感が強いというか軽快感が強いと思います。このひらひら感、軽快感の違いというのはなんといってもこの樹脂製で軽量な 14.5 リットルという小ぶりの燃料タンク、これが大きく影響しているものと思われます。またフレーム周りのカバーやそしてシートカウルなどが廃止されているということ、シートレールもスタンダードモデルと比較すると10センチほど短くなっているということで、車体の上側にあるものがかなり軽量化されているということもあってか、車体重量自体はスタンダードモデルと 5kg ぐらいしか違わないわけですが、もしかしたら 20kg ぐらいは車体重量が違うのではないかと思われるぐらい、それぐらいこちらの XJR1300C の方が乗車感は軽快なものとなっています。前後足回りはどちらかというとこちらの XJR1300C の方が一段固めに仕上げられているような気がします。またこの足回りの味付けの違いによって接地感はややこちらの XJR1300C の方がマイルドになっていますが、その代わりハンドリングもシャープになっているという感じで、この点についてはライダーの好み、用途によって評価は分かれるのではないかと思います。またカスタマイズするという観点においてはこちらの XJR1300C の方がカバー類も少なく、そういった楽しみ方には向いているのではないかと思います。こうしてワインディングを乗り比べた限りではスタンダードモデルと比べるとよりシャープでアグレッシブな走りに向いている、そういったバイクであるように感じられます。はい、今度はキロを利用して
XJR1300C を高速道路上で試乗しています。スタンダードの XJR1300C は空冷エンジンならではのフィーリングが前面に押し出されているエンジンだったわけですが、この XJR1300C のエンジンはスタンダードモデルよりもよりスポーティーでシャープな吹き上がり、そういったものが強調されているような気がします。この辺りのフィーリングの違いに関してもエンジン制御の味付けの違いによるものなのかもしれませんし、シートやステップ、そしてハンドルバーなどから伝わってくる振動の質が違うということもあるのかもしれません。今トップギア5速で走行していて、速度はちょうど100キロ、タコメーターの針は3500回転ぐらいなのですが、ここからギアを落としてエンジンの回転数を上げてみたいと思います。はい、4速、3速、はい、今2速ですね。2速で速度は80キロぐらいまでドロップしたのですが、徐々に速度を上げていって、今ちょうど速度100キロぐらい、エンジンの回転数、タコメーターの針は6500回転という感じなんですが、そうですね、やはり回してみてもエンジンのフィーリングかなり違いますね。最大トルクの発生回転数6000回転近辺なのですが、これぐらい回してもエンジンが軽やかに回っていく、そして少しスロットルを開けるとこのようにですね、よどみなく吹き上がっていくという感じで、スポーティーな感触というのはやはりこの XJR1300C のエンジンの方が強いような気がします。マフラーから奏でられているこの XJR1300C の排気音は少し甲高い音質、成分が混ざっていて、この辺りもですね、よりライダーをその気にさせるというか、より直音らしい排気音ということが言えるかと思います。はい、それでですね、またギアを元に戻したいと思います。3速、4速、5速、はい、今5速ですね。また高速道路上を走って確信したのですが、この XJR1300C とスタンダードの XJR1300、ライディングポジションもかなり変わっているようですね。どちらかというと私は逆のイメージを持っていたのですが、この一文字のストレートな形状のハンドルバーですが、トップブリッジからライザーによって少し持ち上げられているので、実はこの XJR1300C の方が上半身はアップライトなライディングポジションになっていると思います。その一方で下半身、膝の曲がりですが、おそらくステップ位置に変更はないと思うので、これはシートの座面との位置関係によるものだと思うのですが、こちらの XJR1300C の方がややタイトな設定になっていると思います。積極的にバイクにアクションを加えてライディングを楽しむ、そういったことに適しているライディングポジションになっているのではないかと思います。次にハンドリングですが、はい、このように車線変更してみるとよくわかるのですが、こうした高速道路の車線変更をしただけでも、やはりこの XJR1300C の方がハンドリングのレスポンスがシャープでスポーティー、そして素早いという印象があります。実はこの XJR1300C のフロント周りの設定というのは、キャスター角、トレール両ともベースとなった XJR1300 とは変更してあって、当然こちらの方がシャープでスポーティーなライディングに向いている、そういったフロント周りの設定になっているわけです。ワインディングを走っているときは前後足回りの設定、特にフロントフォークに関してはこの XJR1300C の方がやや固めにセッティングされているなという印象を持っていたのですが、このように高速道路を走ってみると、やはり DLC ダイヤモンドライクカーボン処理が施されているせいか、この XJR1300C のフロントフォークも実によく動くという印象です。はい、ということで今日は丸1日かけて国内で販売されているスタンダードなヤマハ XJR1300、そして逆輸入車として日本に導入されている XJR1300C を乗り比べてみました。総括すると、国内で販売されているスタンダードな XJR1300 はスポーティーな走行からロングツーリングまで高い次元でカバーするオールラウンダー。一方でこの XJR1300C はその出来の良い XJR1300 をベースにしてよりシャープでスポーティーな乗り味が楽しめるようにアレンジされたスプリントモデル、そういったことが言えるのではないかと思います。今この XJR1300C はスプリントモデル、スプリンターであると言いましたが、それはこの 14.5 リットル容量の小ぶりで軽量な燃料タンクを採用しているためにやや航続距離が短い、それを指していったわけですが、
これがですね、単純にこの XJR1300C の弱点かというと、私はそうではないと思います。というのも、この小ぶりで軽量な樹脂製の燃料タンクを採用しているがゆえに、これだけシャープでスポーティーなハンドリングが得られているわけで、そういう意味からすると、スタンダードモデルと実に良いコントラスト、良い対比をなしているのではないかと思います。空冷エンジンとはいえ、4バルブ DOHC ということで、そもそもこの XJR1300 のエンジンというのは部品点数も多く製造コストもかかる設計になっているわけですが、スタンダードな XJR1300 でも税引き価格103万円、XJR1300C においても税引き価格125万円ということで、バイクの全体のクオリティを考えればバーゲンプライスであると思います。また、こういった空冷大排気量エンジンというのもいつまで新車で買えるかわからないわけですから、この空冷大排気量エンジンの乗り味に興味があるという方は一日も早く手にしておくべきだと私は考えます。最後にこの XJR1300、2台に共通するやや気になる点ですが、今後もこの2台、私も大好きなモデルですが、生き残ってもらうために、ぜひですね、ABS の搭載を検討してもらえればと思います。そうすれば、この大排気量空冷直列4気筒エンジンをまだまだ楽しめる可能性も残るわけで、そういった点でもですね、この2台については ABS の搭載をヤマハさんにはぜひ検討してもらいたいと思います。